こんにちは。7月14日水曜日です。今日は気になるニュースということで、ちょっとですね急ぎお伝えしておかないといけないかなと思った内容なので取り急ぎの動画になっています。話し方が少し雑になってしまうかもしれないんですけれどご了承くださいということで、早速ご紹介していきますね。今アメリカで、少なくとも7つの州なんですけれど、蚊が媒介する病気が確認されているということです。少なくとも7つの州が人間を麻痺させる可能性のある病気を媒介する蚊の報告をしています。CDC によるとアリゾナ、アーカンソー、イリノイ、アイオワ、マサチューセッツ、ニューヨーク、コロラド州でウエストナイルウイルスを媒介する蚊の検出がされたということで、このウエストナイルウイルスというのは1937年に初めてウガンダのウエストナイル地方で発熱した女性から確認がされたウイルスのようです。で、本来は鳥と蚊の間で、感染がねなんていうんですか、循環しているようなウイルスなんだそうですが、時に蚊を介して人に感染して発熱や脳炎を引き起こします。日本において感染例は認められていないが、近年まで報告のなかったヨーロッパやアメリカなど1990年代中頃から流行している、北米の流行では従来と異なって、感染した鳥の発病や死亡率、あるいは馬や人における流行、重篤な脳炎患者の発生が顕著であるため、非常に注意が必要な疾患である。今の説明は国立感染症研究所というところの文章なので、こちらリンクを貼っておきます。で、コロラド州保健局によると、今年は暑さと雨のせいで蚊が蔓延しているということで、CDC によれば実際にこの蚊からウエストナイルウイルスを発症してしまった人がアリゾナ、アーカンソー、イリノイ、アイオワ、この4つの州から確認されているということです。で、蚊といえばですね、5月に蚊がデビルゲさんによってフロリダで自然界に放たれてしまったんですけれど、それと関係あるのかどうなのかっていうのは分かりませんが、無関係でもないだろうなとちょっと思います。で、一応人から人への感染はない病気というふうに言われていますけれど、ひょっとしたらひょっとするかもってちょっと思っています。で、蚊のようなね昆虫が増えるっていうのは、結構前から分かっていたことで、何かっていうと気候変動なんですね。地球が、温暖化していくにつれて蚊のような昆虫が増えるっていう予想はもともとあったんですね。で、蚊が増えるということは蚊が媒介する病気が増えるということで、感染する方も増えるし、亡くなってしまう方も増えると思います。で、蚊が媒介する有名な病気っていうのは、ウエストナイルウイルスっていうのは私今回初めて聞いたんですけれど、マラリア、あとジカ熱、デング熱、このあたりですね。で、どの病気も現段階ではその厳密には人から人への感染っていうのはないそうなんですが、ジカ熱は性交渉によって人から人へ感染した例が確認されているそうです。あとは妊娠されている方がジカ熱に感染した場合、小頭症の赤ちゃんが生まれてくる可能性が高いというデータがあります。ただこの病気っていうのは、毎年世界中で何万人何億人という人が感染していて、例えばマラリアに関しては、感染者が2018年で、全世界で2億2800万人で、そのうちの 93% がアフリカだったと。で、亡くなった方は全世界で40万5千人ということで、毎年かなりの数の人が感染して、お亡くなりになる方もかなりの数いらっしゃる。そういうのが、ある意味普通の病気なんですね。なので、それなりの、人数が毎年亡くなってしまうような病気なんですけれど、感染者の 93% がアフリカということもあって、医療が整っていない地域ということも、死者数が増えてしまう理由なんじゃないかなと思います。で、妊娠されてる方はやっぱり気をつけた方がいいと思うんですけれど、そうじゃない場合はそこまで恐れる病気ではないっていうことを知っておいてほしいんですね。
で、私はタイに住んでたこともあったんですけれど、私は感染してないんですけれど、周りの友達でデング熱にかかった子結構いて、で 1,2 週間入院して、で普通に退院できるっていう、そういう病気なんですね。ただ枠だったり特効薬はないので、自分の免疫で戦わなきゃいけない病気なんですけれど、ただ入院した子の話によると、1日のうちで午前中は熱が下がって、で夜になると熱がガーッと上がってくるんですって。でそのアップダウンが結構しんどいって言ってて、で夜になってその熱がねバーッと上がってきた時に、たまに急変する人がいるらしいので、きちんと入院してお医者さんの管理の下できちんと治療した方がいい、そういう病気なんだそうです。なので医療体制がきちんとしていれば、よほど恐れる病気ではないと思います。で、私が心配しているのはその病気自体ではなくて、増えすぎてしまった蚊を退治するためにそこら中で殺虫剤とかが散布されたりだとか、あとは必要以上に恐れて体にね虫除けスプレーを塗りまくるとか、そういう行動の方がよっぽど人体に害があると思うんですね。で、アメリカではディートフリーの虫除けって一般的で、高級スーパーに行けば行くほど種類が豊富で、でもねコストコでも買えたりするんですけれど、これ私コストコで買ったやつなんですけれど、でこれが、3時間おきにつけてくださいっていうことなんですけれど、NSF のマークが入っていて、コストコで3本セットで$14ぐらいだったと思います。で、有効成分は全部オーガニックでした。シトロネラ、シダーウッド、レモングラス、ペパーミント、タイム、ローズマリーが入ってます。で、日本でも、虫除けスプレー天然とかって検索すると楽天で結構たくさん商品出てきたので、iHerbにもね何個かあったので、もしつけるんであればやっぱり天然のものの方がいいと思います。あとは虫除けネットパーカーっていうような製品、メッシュの生地でできている虫除けのねパーカーの上下みたいなのもあったので、そういったのでガードするのもいいんじゃないかなと思いますね。で、リートが入っている虫除けを使う場合は、少しでもね直接肌にかけるのは避けた方がいいと思うので、洋服にかけたり靴にかけたり帽子にかけたりっていう風に衣類の方にねかけた方がいいんじゃないかなと思います。ということで以上がニュースの内容になります。で、これからどうしてもね気候変動に伴って蚊が増えますし、で蚊が増えるっていうことは病気も増えるっていうことなので、当たり前のことがこれから起きるっていうふうに思っておいてください。で、馬面のお茶の間チャンネルさんご覧の方はね、最新動画で蚊についてちょっと話されていたので、ご存知の方もいると思うんですけれど、でこれは、ウイルスじゃない別の何かをね打ち込んでるんじゃないかっていう、そういう話だったんですけれど、今回は、純粋に蚊が、媒介するウイルスが今後増えていきますよっていう話だけをしていますのでご了承ください。ということで、食品の備蓄されている方は多いと思うんですけれど、虫除けの備蓄ももしかしたら必要かもしれないですが、その場合は天然のものを選んでいただいた方がいいと思います。もしくは、虫除けのメッシュ素材のねパーカーを買っておくか、そっちの方がもしかすると経済的かもしれないですよね。ということで今日はこの辺りで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。